大さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今回はですね、姫りんご、ちょうどこれも、時期なんですけど、これは津軽姫りんごですね。結構こう可愛らしい、姫りんごらしい姫りんごと言いますか、そういった実のつくやつなんですけど、それをちょっと鉢を変えて植え替えをしていきたいんですが、ご存知の方も多いとは思うんですけど、姫りんごっていうのは、お杉となる木がいるんですね。で、美山街道だとかああいう実のなる街道、街道は今この春に咲く花街道っていうのと実のなる街道と、大きく分けて2種類あるんですね。で、花の色とかそういうのも分かれてきますけど、実が自分で実をつけるのとつけないのと2種類あるんですけど、姫りんごの場合にはその実をつける方、美山街道とかですね、こういった実をつける方の、街道を横に置いとかないと悲しいことか、姫りんごは実が止まらないというものなんですね。で、りんごはですね、結構皆さん普通のお庭で作ったりするりんごもそうなんですけど、実はオスの木がいるんですね。で、例えば富士とかいろいろ品種のあるスーパーでも売ってるようなりんごですね、あれも例えばこの辺でもならなくはないんですけど、ある程度の大きさぐらいになると落ちるんです、実が。で、なんでか言うたらやっぱオスの木となる木がいるんですね。で、ああいった全ての種類じゃないとは思うんですけど、ああいう富士とかああいう品種のやつなんかは近くに青りんご置いてないと、実がちゃんと食べれる大きさまでならないと。で、それがお杉の役目を果たすんですけど、だから、そういうちょっと手間がかかる部分はあるんですけど、街道なんかは赤花とかも今ありますけど、白花の本当に可愛らしい花が咲きます。で、花だけでも十分見れますのでね。で、実がなるとまたちょっとそれでも楽しめるし、いいんじゃなかろうかなと。昔から姫りんごも人気の、盆栽種類ではあるんですけどね。ただそのお杉となるものがいるということは、ご存知の方も多いとは思うんですけど、もし、知らない方いらっしゃったら、今度なんかそういうのに出会った時はですね、持っておかれると、実をつけることができますので、やってみられるといいかと思うんですが、うちにちょっとちょうどあんまり手頃なサイズのがちょっと実はなくてですね、これは盆栽用というよりはでもできなくはないんですけど、植木屋さんなんかで扱ってたやつなんですけどね、これは美山街道なんですよ。で、今年の花芽もだいぶついてますのでね、これを今回はそばに置いてやろうかなとは思ってます。で、ちょっと本当はこんな枝なんか取っちゃったらいいんですけど、今から実をつけないといけないのでですね、実をというか花をですね、十分花を咲かせてからでもいいかなと思います。これで花咲いてくれて交配すればですね、りんごの実も止まりますので、でこれは先ほども言いましたように、津軽の姫りんごですね、津軽姫りんごという種類のものです。去年は結構可愛らしい実がなってたんですけどね、今年もなってくれるといいかなと思いながら。
なんかねちょっと小さいのこうやるときに上に乗せてあげるとまた見栄えがいいですよね。なかなかでもこの苔が今手に入らなくてですね、あるとこにあるんでしょうけどね。以前は結構トリコさんとかがいてだったんですけど、なかなかねトリコさんは場所を教えないからですねで取っちゃいけないところのもありますからね。水を切ってからやるとやりやすいんですけどね。限界かな。これ以上取ると多分実がつかないでしょう。
楓と使う土は一緒で全然問題ないと思います。せっかくさっき取ったのでですね、ちょっと泥止めの意味も込めてちょっとあちこちに置いてみましょうかね。苔はですね、ちょっとこうやって飾るのには非常にいいんですけど、木に苔がこう登ってくるようだったら剥いだ方がいいですね。木のためには木の成長ちょっと良くないので、取った方がいいです。だからこうつける苔も、砂苔とかああいう山苔とかああいうのはそんなに一気に登っていったりはしないんですけど、苔玉なんかで使う灰苔、あれは木にどんどん登りますのでね、あれはあんまりこういう鉢植えには向かない苔かなというふうには思います。あれを結構上に緑があって綺麗やから言って一面に張る方がいらっしゃるんですけど、そうすると上の方まで登ってき始めますのでね、その時点でこう取ってもらってもいいんですけど、あんまり木に登るような苔は使わない方がいいかなというふうには思います。はい、こんな感じで。近頃こう姫りんごなんか非常にこう欲しいという方が多いんですけど、今あんまりですね、大阪あたりでもそうですけど、姫りんご自体があんまり出てません。どっかの方にこう行ったという話も聞きますけど、正直なところあんまり出てないんですね。で、以前はよくいろいろあったんですけど、その品種を昔されてた方がいろいろこんなんは入らんかみたいなんでおっしゃるんですけど、今は正直あんまり出てないですね。でも全くないわけじゃないので、持ってらっしゃる方いたらいろいろちょっとやってみられてするのもいいかなとは思います。でも、素人目線で見ると春先花が咲くんですかね。咲きます、咲きます。花が咲く、葉っぱが出る、秋に実が実る、何回も楽しめますよね。ところが宮崎の場合ですね、実がなっても割合早く落ちるんですね。今宮崎は今まで宮崎春の植木市、秋の植木市ってあるんですけど、実物秋っていうけど11月まで実は持ちません。もう夏過ぎたぐらいには落ちます。そうなんですね。だから宮崎でリンゴの実を見ようと思ったら、見れなくはないんですよ。見れなくはないんですけど、
肝心な秋までは実はもうないああ。形ですかね。はい、ぜひやってみてください。それではですね、まあ好評と言っていいのか、長寿梅紅白寄せ植えということで、まあ第2弾ですね。前回の非常にありがたいことに配信してすぐ注文いただきまして、そうですね。ありがとうございます。同じ紅白ですね。これでちょっと作っていきたいと思います。ちょうどね、もう花がどんどん今咲き始めてますのでね。この間発泡スチロールができましたね。あ、出てきた。結局それって何なんですか？なんでしょうかね。この間に入ってますもんね。わかりません。なぜああいうものを入れてらっしゃるのか。出てきた。なんかの卵みたいにして出てきますね。赤が先に咲くとかあるんですか？そんなことはない。そんなでもないんですけどね。まあでも赤の方が咲いてますよね。ここにも白花のつぼみがあるのでですね、もったいないなと思いながら。
はい、こんな感じで紅白ですね。今回はちょっと鉢がですね少しちょっと大きめなんですね。だからまあ、ちょっと見栄えがいいように龍岩石をつけてます。いび石ですね。いかがでしょうか。はい、第2弾です。はい、これももう白花とか赤花いろいろですね。まあこの辺なんかもこう白花のつぼみがいっぱいもう出てきてます。でこう赤花はもう見て分かるように花ついてますので、もし興味のある方はですねくるから村の販売所の方を見ていただいて、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。